目の前に置かれた一貫、すでにうまいという答えが出ているように見える。そのネタには握られる前からいくつもの判断が重ねられている。神経締め、血抜き、温度、時間。寿司好きならその言葉が一貫のうまさを左右することを知っている。その技術は魚が店に届いてから始まるものではない。宮城県石巻市、宮城の魚を宮城の職人が握る。江戸前ではなく宮城から生まれる伊達前寿司。その可能性を信じ、魚と向き合うプロフェッショナルがいる。鮮魚店大水代表大森圭。彼の仕事は魚を買い、ただ魚を送るのではない。彼が追求するのは、この魚はどう締めればいいのか、どの温度で、どの時間で、どうすれば一番うまくできるのか。今回は石巻の魚のプロ、大森氏の一日に密着。寿司の一貫にたどり着くまでに魚がどのようにうまくなるのかを取材した。大森さんおはようございます。今朝の5時半ですけど、はい、これからどこに行かれるんですか？これからですね、石巻魚市場へ魚の仕入れをしてまいります。ここはまだ魚市場ではないですか？もう目の前市場です。ここがすでに目の前が。その目の前に大水さん、大森さんの会社があると。そうなんです。競りが始まる。魚に値段がつき、行き先が決まっていく。大森氏にとってここで決まるのは魚の価値の全てではない。市場での値段はその瞬間の評価。でも魚はこの後どう扱われるかで全く違う姿になっていく。どの魚を選ぶか、どこまで手を入れるか。競りは仕入れの場であると同時に、その魚がどうすればうまくなるのかを見立てる場でもある。大森氏が買っているのは魚そのものだけではない。その魚がどこまでうまくなれるかという可能性でもある。大森さんはスズキを競ってました。これ今やっぱ競り人の方が金額を言ってますね。1500円とか3000円とか。そこから下げてるんですか、みんな？上がってた。これが今日のスズキですか？スズキですね。今日はまあしけでも魚がほとんどなかったですけど、大森さんはこのスズキとアワビを買ったみたいです。どれぐらいの長さ競りやってるんですか？何時ぐらいまで？ここからずらーっと行って、で隣の塔まで行って、で一番多い時で8時まで。8時まで。はい。競りはだいたい6時前ぐらいに始まってそうですね。5時50分スタートの多い時で8時まで。で今日はもう一瞬で。魚種によって違うかもしれないですけど、どこを見てこれはちょっと買いたいなとか、これは良くないなとかっていうのを見てるんですか？まああれですよ。簡単に言うとかっこいいかかっこよくないか。そのかっこいいの中っていうのが、要は皆さんが俗に言うで太ってるとか、あと僕の場合は漁師さんの名前見てるんですよ。誰が釣ってるか。でここの陸送品の売り場って大体僕の生まれ故郷の牡鹿半島の漁師さんが多くて、で漁師さんのなんか同級生の後輩だ先輩だとかっていうのを見ながら、であそこの漁場はこういう海域でこういう漁をしていてっていうのを一応紐解きながら。これはだから震災後に建てられた建屋ってことなんですよ。はい。それこそここはもう全部やられちゃったんですか、当時？全部やられました。はい。ちなみに震災も、似たような形状だったんですけど、上の屋根がですね、向こうまで行ってました。流されちゃって。はい。このセット後の魚の運び方も仲買さんによって結構差が出る。違いますね。黒鯛。はい。他全部スズキ。スズキですね。あと下にヒラメ1匹。競りを終えた後、株式会社大水の作業場に移動。
仕入れした魚を一時的に水槽で泳がせる、魚種によって環境面を変えるなど、ここでも大森市は品質管理を徹底している。うおー、かわいい。ありがとうございます。これ生きたままバラしますからね。後でぜひぜひ。水槽、こんな感じなんですね。これは魚の魚種によって場所を分けてる感じですか？全部水温変えてるんですよ。温度が違う。こことは違う。ここと11度、13度、1度、8度。へえ。1度で丸干し出ると海水出るんですけど、ちょっとね5万5時進んでちょっと塩分濃度薄くなっちゃったんですよ。なので今海水を汲み上げてます。トラックで。へえ。競りを終えた魚に大森氏が手を入れていく。神経締め、血抜き、冷やし込み。それは鮮度を保つためだけの作業ではない。身の質をどう残すか、余計な匂いをどう抑えるか、どのタイミングで食べた時に一番うまくなるのか。ここからの扱いでうまさの出方が変わっていく。その魚の状態、届くまでの時間、握る職人の仕事、そこから逆算して手の入れ方を変えていく。魚をうまくする。その言葉は派手に聞こえるかもしれない。大森氏の仕事は目の前の魚に対する判断の積み重ねだということがわかる。死んだということを必ず伝えないようにします。早い。ちょっとワイヤー舐めた時にちょっと味の中にほんのり雑味があったんで、ちょっと今続きでエラ膜切る枚数増やしました。でもパッと見そんなに太さが変わらないように見えるんですけど、結構違う。結構ね髄の太さ違うんでみんな。これはそういう締める用の針金なんですか？ワイヤーなんですか？これ普通にホームセンターで売ってるやつです。普通のワイヤー。多分ね藤本君も同じの使ってますよ。同じメーカーさんというか。ワイヤーのメーカーがあるんですね。多分これどこの水産会社、要は本田屋さん藤本君言っても多分一緒だと思うんですけど、梱包した後に大して氷入れないですよ。氷の少ないですよ。でなぜ氷の量を増やすかというと、結局内臓から悪さするんですよ。内臓が熱持っちゃってそこから魚悪くなってくるんで、だからそういったものはもう全部跳ねてしまうと、取ってしまうと。で結局それがそういうそばの中央市場行ってお腹抜いちゃうとなんか傷物扱いで評価下がるんで、だけど魚悪くしてるんですよね結局。だからなんだろうな、鮮度を保つだけに氷をたくさん入れている。ですけどじゃあお腹抜いて氷少なめにした方が身にはやってるよねってですよね。なるほど。魚の神経に手を入れることで死後硬直の進み方を遅らせ、身の状態を穏やかに保っていく。魚が持っている力をできるだけきれいに残す。そこから時間をかけて旨味が身の中に回っていく。仕立てとは魚をただ新鮮なまま止めておくことではない。その魚が一番うまくなる時間に向けて食べ物としての状態を整えていくこと。そうすると次の日の朝に届くんですか？そうです。東京は翌日 AM。はい。だから今状態がですね、こんな感じのグネングネンの状態なんですよ。グネングネンの状態。でそれがだんだん死後硬直するのがピーンって硬くなってくるんですよね。で大体豊洲で並べる魚とかピーンって立てるって言ったじゃないですか。でそれはもう氷でガチッと締めちゃうんで、でもこのグネングネンの時に間に魚がこう旨味が回ってくんですよね。要は脳を壊して魚は死んだと思ってないんで、そのまま硬直に向かっていくフェーズの中でだんだんこの中で旨味を回してくるっていう。なんでまずは死後硬直を伸ばす。であとなんだろうな、魚のエネルギーを体の外になるべく出さないようにする。で要はその魚のエネルギーとかその魚の生命力っていうのが要は死後硬直を迎えるまでに魚の美味しさに変わっていくわけですよね。死後硬直を伸ばすことをしているのに宮城県内のお店は結構当日届けるんですよ。そ
そうすると職人さんの手をかけられる余白がもっと広がりますよね。なるほど。はいそのまま行ってもいいし、はい、いろんな寝かせたりとかできると。なるほど。仕立てた魚は箱に収められる。一見すると発送のための作業に見える。しかし大森氏は梱包こそが一番大事だという。氷の量、魚種ごとの温度の入り方、そして箱に収める順番、同じように見える箱の中でも魚の状態は少しずつ変わっていく。冷えすぎてもいけない。温度が上がってもいけない。届くまでの時間を読んで魚ごとに収まり方を変えていく。梱包はただ魚を守るためのものではない。料理人の手元に届いた時、狙った状態になっているように整える最後の仕立てでもある。今各お店ごとに梱包作業ですね。そうです。実は僕の中では魚締めるより梱包の方が大切だと思ってて、なぜかというと魚のその解凍時間が一番理想値じゃないですか。はい。だからそこが結構自分の中では大事にしてるのかなと。資材も魚によって結構使い分ける感じですよね。使い分けますね。大事ですよね。一応ね種類は少ない方なんですけど、これからもっと増やす予定ですね。氷入れの僕にしてます。重要。これは氷の量とかもやっぱあるんですか？そうです。微調整してる。で今だと、締めた魚は下で、イワシとか青魚は上にしてるんですよ。で乾燥剤でクッションしてるんで、そうすると温度帯が微妙に変わりますね。この日はあんこうの解体も見せていただいた。見た目の迫力とは裏腹に、どこに包丁を入れるか、どこまで手で外すか、その一つ一つに無駄がない。魚を知っている人の手元には豪快さと繊細さが同時にある。仕立てとは少し違う場面でも大森氏が魚とどう向き合っているのかが見えてくる。迫力が違う。はい、で一応これたくさん取れた中から漁師さんが選んでくれるんですよ。うわ、肝でかっ。はい、肝当たり。これがあん肝の素ですね。そうですね。はい、でかい。それぞれの部位が別のお店に行くんですか？いや、全部一本です。これはなんか僕のポリシーのところなんですけど、いや、料理屋さん一匹丸ごと愛してくださいって言うんですよね。だからこれは一匹納品以外はさせないようにしてます。続いて向かったのは定置網漁の水揚げの現場。次々と水揚げされるイワシやサバ、その量と勢いに思わず圧倒される。魚はすぐに大きさごとに選別され、その中から大森氏は一尾をより抜いていく。試食させてもらったのは水揚げ直後のイワシ。仕立てて時間をかけるうまさとはまた違う、海から上がったばかりの良さがある。青が綺麗。これは結構膨れてる感じがあるんですけど、悪くないですか？ですけど悪くないと思います。ちょっと一回確認しましょうか。ちょっと骨は気にしないでください。いいですか？はい、いただきます。さばきたてのイワシいただきます。わあ、脂ある。美味しい。うまっ。うまっ。舌触りがいいですね。でもこんだけその新鮮なイワシって食べる機会ないんで、寿司屋だと大体筋目とか、なんかあるじゃないですか。包丁すごい入ってたりとか。ですよね。こんだけストレートなイワシは初めてかもしれないですね。だって今水揚げからいつだから1時間。
多分創業してから、多分7時ぐらいに網揚げ始まってると思うんで、多分泳いでたのはおそらく7時だと思います、朝って。やっぱりこんなプリプリのイワシを食べたことがないですね。ですよね。この時間的にも。はい。大森氏は言う。自分の仕事は生き物が食べ物へと変わる瞬間に立ち会うことだと、魚を選び、締め、仕立て、料理人へ託す。その一つ一つの判断にどんな思いがあるのか、彼自身の言葉で仕事への向き合い方を語ってもらった。僕のやってることって、生き物が食べ物に変わる瞬間にいつも立ち会っていて、でそこでどう終わりを迎えたかによってそれって魚の味に大きく反映するなと思ってるんで、そこにはすごい集中してやってます。海の中でどんな生活してたんだろうなっていうのをちょっと思い描きながら、あとは僕が命を終わらせて食べ物に変えた瞬間に君たちは一体どんな美味しい姿に変えるんだっていうちょっとワクワク感、その2つですね。なんだろうな、工業製品を作ってるわけじゃないし、最終的に皆さんに喜んでもらうものの究極やってると思うんですよ、数ある業種の中で。でそうするとやっぱりそのかける思いっていうのがおそらくちょっと一匹一匹本当にすごく集中してやってるんだろうなっていうのがあって、であと僕の立場って食べ手にも変われるんで、もう自分が予約入れてこの時にこの魚食べれるんだっていう時の思いはもっとさらに深まりますよね。最後に向かったのは宮城県登米市の宇治金寿司。道中大森氏に神経締めを取り入れた経緯と自身が仕立てる魚の特徴について伺った。東日本大震災で大きな被害を受けた宮城の水産業。漁が再開した時、大森氏が試みたのは、漁価を上げ、宮城の魚の価値をもう一度作っていくことだった。宇治金寿司では、宮城の魚を宮城で握る伊達前寿司のこれからについて話を聞いた。神経締めっていうのが、はい昨今で言うともう聞いたことがあるっていうそのはいパワーワードだと思うんですけど、はい大森さん自体がこの神経締めの技術とか、はいそれをより極めるようになったのってはいもう継ぐ前からなのか、なんはいかそれもきっかけってあったりするんですか？震災前にちょっといろんなご縁でつながったちょっと横浜の鶴見にちょっと小さな居酒屋さんやっている方がいて、でその方と仲良くなった時に魚直送してくれって言われたんですよ。でその時にちょっと神経抜いてああしてこうしてこうやって送ってねって言われた時に最初僕クエスチョンだったんですよ。何それって。生け締めしてそこの髄にワイヤー突っ込んで神経を抜くことがそれでいいんだなと思って、それでちょっと供給始めたんですね。そしたらですね一発目からもうダメ出したわけです。神経抜いて思いっきり冷やしすぎてなんだ死後硬直がすごい入ってるよとか、居酒屋さんの方がお金払っていただく立場にもかかわらず毎回教えてくれるんですよ。今回あだとよこうだとよとか、そこで震災起きたっていうのが契機なんですけど、震災起きました。で会社流されました。で漁師さんも漁船が流されて魚の水揚げがないと。でもそうこうしてる間にある一部たった5艘ぐらいの船が再開するよって話を聞いた時にもちろん僕が魚買って市場に出して販売するという流れにはなったんですが、この量で続けてったらちょっと自分も漁師さんも立ち行かなくなるぞと思った時に、そういえば震災前に教えてもらったあれがあったっていうその神経締めという技術があったっていうので、ちょっとそれを使って漁価を上げてちょっとこの困難を切り抜けようと思って、そこで初めて本気で取り組み始めたっていうところですね。お寿司屋さんから大森さんの魚良かったよとか、はい次も使いたいとか評価してもらえるはいポイントって、はいご自身で言うといろんなフィードバックもらうじゃないですか。お寿司屋さんから良かったよ、はいどういうところが結構認められてるっていうご認識なんですか？ですね、なんだろうな、結構ね僕そこをロジカルにあまりやってなくて、本当完全に感覚でやってるんですけど、おそらくなんか日数経っても味が落ちないとか、味が消えないとかだったり、あとは大事にしてるのがその産地から消費地に届けるまでの物語ですよね。なので結構僕漁師さんのことも紹介したりするんですよ。で
でそこが多分職人さんとあと食べに来てくれる方々が結構感情移入してくれてる感が強いのかなとちょっと個人的にはそう思います。宮城はまず寿司ネタになる魚が豊富だと。そこに今いろんな職人さん、寿司職人さんというピースが揃ってきた中で、これはもう寿司の世界でこれちょっと宮城戦えるんじゃないかなと思って、ちょっとある一定数の人数が集まった時に急に湧いてきたワードが伊達米という名前だったんですよ。はい。なのでこれからはどうしていくかって言ったら、もう本当寿司といえば宮城と全国の方々に呼べるようなちょっと展開をしていきたいなと思ってます。でもうそういう某ガイドからもはい、評価を得たりとか、もうすでにこう美食家界隈とかそういう方々にこう評価をされ始めてるっていうので、はい、なんかそうこれからどんなイメージでとかありますか、今後のビジョンは。これはですね、本当僕たちの思ってる速度より早く物事が動きすぎていてまあそこはちょっと正直ビビってるんですけど、はい、でもこれって間違いなく導かれてるんじゃないかなと思いまして、だからそれに気負わずというかプレッシャーにも思わず、だけど逃げずにブレずにやっていきたいなと思ってて、で僕ねその名前挙げた5店舗プラス1店舗は結構足げなく通っていて、もう僕も正直いろんなヒントもらってるんですよ。魚の仕立て方とか漁場だとか寿司一貫を食べた時にそこで導かれるものって、たくさん出てくるんで、今度は僕も逆にこう寿司職人の皆さんに供給したりだとかで、それをまた食べ手の方々に伝えたりとか。10年前ぐらいに大森さんと出会い、いろんな地物、いい地物を使うようになり、で若手も入ってきて、伊達前っていうのはやっぱりその宮城を盛り上げたいっていう感じなんですか。そうですね、もう宮城を変な話富山と福岡が寿司県なのって、はい、富山県と北九州市ですね。はい。宮城忘れちゃってもらって困るよって思った時に、ちょっと一人で戦うのちょっと心細いから、ゴレンジャーぐらいかおお、寿司ゴレンジャー戦隊もの作れば戦えるんじゃないかな。でどんどんならば県も含めて発信していってもらえれば、全国または世界でもね、宮城に来たらじゃあ寿司牛タンじゃなくて寿司食べようっていうなってくれればな。次回、宮城県登米市に店を構える県内外から多くの寿司好きが訪れる創業90年目を迎えた実力派の名店宇治金寿司にて、大森市とともに三陸の地魚が昇華した伊達前寿司の握りを味わうスペシャルな食体験をお届けします。お楽しみに。東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。